どうも、今回はわさび田の方に来てます。ここにあるものを手に入れて持ってきたので紹介したいと思います。オープン。いやー、来た。これですね、マキタの充電式ハンマー HM002G っていうものになります。でですね、このマキタの 40V のバッテリー、これを2つこう挿して80V として使う、充電式のハンマーになります。いや、これは兵器だわ。でここがこんな感じになってて、こうハンドルの位置変えれるんですよね。でこうロックしてと、はい、でこんな感じで持つといや、すごい。アタッチメントはこの中に入ってます。ちょっと今回2つあって、まずこっちから使ってみたいと思います。これスーパーブルポイントって書いてあります。こんな感じのものですね。でこれ装着も簡単でして、これをここにただガチャッとやるだけで装着できます。この向きがあるんですけど、そこさえ合わせてあげればガチャッとはまると。でこの HM002G はですね、さっきも言った 40V を2個付けで 80V として使う充電式のハンマーなんだけど、これ世界に現存しうる、今のところ最強の充電式ハンマーだそうです。いや、これは期待できそうだわ。でそもそもこれを何に使うかと言いますと、使い方今のところ2種類あってですね、それ今日2つやってみたいと思います。まず1個目がはい。で今こんな感じで、前まで荒廃農地だったところをわさび田として今開拓しているところなんですよね。で、こういうところにこういうのがめちゃめちゃ埋まってるんですよ。でこんな感じでこれ人力じゃ抜けない、こういったものがこう無数に埋まってると。でこれなんとかユンボとかで、こう掘り出したものになります。でこれ処理するにあたって、この鉄とコンクリみたいなやつがこう一緒になっちゃってるんですよね。なのでこれそのまま処分できないんですよ。で、これでこう粉砕してあげたいと。ちょっと早速やってみたいと思います。でこのバッテリーはこのフル充電した 2.5A のバッテリーを2つつけてやってみたいと思います。ちょっと重いんですけど、コード式のやつをここまで引っ張ってくるよりははるかに効率的かなと思います。威力も強いっていうことなんでね。でここにこういうなんか無線連動のこうアダプターみたいなやつもあります。これ先端に集塵器みたいなのをつけてやるやつだったかな。そういうのもついてます。ただ今回は屋外なんでこれは使いません。でここにちょっと見づらいんだけど、ここにダイヤルがありますね。こんな感じで強さをこう調節できるダイヤルがここにあると。ちょっともう今回早速5で行ってみましょう。でここがこうロックになってると。こうなってるときは押せないんですけど、これをこっち側にこうやってあげるとこんな感じでもう作動するようになります。でちょっとゴーグルをかけて、嘘だろこれすげえ威力だ。一瞬ですね。しかも全然力かけてないです。これ結構自重が重いんで、その力だけで今いってます。うわはいやこんな感じで、鉄とこのコンクリを今一瞬で分離できました。いやすごいわ。今これちょっと最強のモードでやったんだけど、1でもちょっと試しにやってみますか。1でもこんな感じで、余裕でいっちゃうと。でもやっぱ5がこれすごいな。
これ、細かいものをやるには、この3あたりがやりやすいです。こんな感じで。もうこのでかい岩もこんな感じで3秒ぐらいで粉砕できちゃいました。これぐらいじゃ全然まだバッテリーは減ってないです。いや、すごいわ。こんな感じで、こういうの無数にあるんで、この作業をやりたいと思います。ただですね、この掘り起こすやつはまだ全部掘り起こせてないんで、この作業についてはまた別で時間を取ってやりたいと思います。で、今回これを手に入れたメインの理由がもう一個の方です。じゃあちょっとそれ早速紹介したいと思います。置いといて。2つ目のこれの使用用途、それがこれなんですよ。この単管をこのわさび田に打ち込んでいくっていう作業があるんですよ。それにこれ使いたいと思います。で、ここにこれとちょっとこんなものを用意してます。まずはちょっとこっちから、紹介したいと思います。これがですね、こういったものになります。これ、アースボーアダプタ MAX っていうものになります。ここがSDS MAX 規格になったアースボーっていうアダプターです。で、これ、どう使うかというと、これさっきまで使ってた削岩用のアタッチメント、これをこうグッと下に下げてこうやるともう抜けるんですよね。で、ここにこれをただこう向きを合わせてカチャってやるともうこれで取り付けができました。で、ちょっと単管じゃないんだけど、これを試しにまず打ってみたいと思います。要はこれをこう地面に打つためのものですね。これはちょっとこれやってみたいと思います。こうしてでロック解除して、すげえ、こんなに入っちゃいました。これもう抜けねえなこれ。要はこんな感じで、さっきの単管を打つと。でちょっと、前までどのようにこう単管を打ってたかというと、昔は本当に手作業で打ってました。でこの単管も結構深くまでこう刺さないと強風でこう寒冷車っていうのが煽られちゃうんですよ。それで、このまくり上げられて抜けちゃうんですよね、単管が。なので、ちょっとここにもあるんだけど、こんな感じで80センチぐらいは下に埋めてあげたいんですよ。で昔はもうこうやってやって上からこういうハンマーで叩いたりとか、場合によってはこの地面が硬い時は水中ポンプというか、超強力な水中のポンプで、水をつきながら下にこう入れたりとか、そういった形でやってました。で最近では動画にも結構出してるんだけど、重機を使って油圧ブレーカーっていうものでここをこうガンガン叩いて地面に入れたりしてたんですよね。ただ油圧ブレーカーだとここに重機入ってこれないんですよ、でかいのが。なので、人力でというか、このなんとかこれを入れてあげる必要があると、ということで、今回あれを導入したんですよ。でここまでですね、目標がここまで入れたいと。でこんな感じでこんな感じですかね。ちょっと曲がっちゃったんだけど、今だいたい40センチぐらいがこのハンマーでやると限界かなっていう感じですかね。下砂なんでなかなか入っていかないんですよねこれ。ということで、じゃあ次こっちがハンマーと、でこっちがその充電式のハンマー、これでやってみたいと思います。でですね、これを打ち込むのにさっきのこのアダプター、これだと小さいんですよ。なのでこれの他にもう一個アイテムを入手してみました。それがこちら、これ電動ハンマー用
単管打ち込みアダプター B 型っていうものになります。ちょっとこれ見てみましょう。でかっ。はい、こういったものになります。これもですね、これにも採用されてるこの SDS-MAX 規格の、打ち込みアダプターです。なのでこれにも簡単に取り付けられるはず。うわー、きた。もうこれもはや兵器だな。これで、さっきの単管を打ってみたいと思います。目標はこの80、ここまで打てればもう万々歳です。ちょっとやってみましょう。かぶせて、ちょっと待って、嘘だろこれ。すごいな、まだ入るぞこれ。これまだまだ全然入ります。ちょっとこのままやっていくとこれちょっと抜けなくなっちゃうんで、ちょっとこの辺にしときます。これやば。ちょっと打ってはみたものの、これ人間の手では抜けないですね。こっちはギリギリこんな感じで、こっちはギリギリ人間の手で抜けちゃうんですよ。っていうかもうこれ人間の手でも抜けちゃうんで、これぐらいですね。本当に40センチよりちょっと下ぐらいかなまでしかこう打てないんだけど、これ同じ長さだったんでこんぐらいまで埋まってるから、だいたいこの辺までですね今埋まってるのが。あそこにでここが80なんで、もうだいたい90センチ以上埋まってると思います。この結果はすごいわ。本当ここまで打ってあげられれば、この寒冷車を支える、この単管の土台としては、上出来なんで、これは本当にいいと思います。ちょっとこんなこともあろうかと念のためこれを用意しておきました。あれとこのハイリフトジャッキですね。これを使って以前、古い畑にある単管を全部抜いてあげたっていう動画を出しました。これを使ってあげるとこういう単管でも抜いてあげられるんですよね。こう引っ掛けて、ここにあるつまみを上にカチッとやって、あとはここをこうやっていけば、こんな感じで、なんとか抜くことができました。これだけ入ってれば風で抜けることはもうなくなると思うんで、一個いいなと思ったのが、この打ち込む時に、この打撃を加えるこの単管のこの一番上の部分ですね、こっちが手動のでかいハンマーでこう打ちつけた方、こっちだとちょっとわかるかな、こんな感じで、打ち込んだところがこうへこんじゃうんですよね。でこれやっちゃうと、これもしまた抜いて他の場所で使おうと思った時に、ここを切ったりとかして加工してあげないと、これ潰れたままだと結構いろいろ不便なんですよね。ただこっちのアダプターでさっき打ち込んだ方、こっちはかなり綺麗ですね。っていうか断面もそのまんまなんで、これまた抜いてあげたとしてもまた別の場所でこう使ってあげるんで、これもいいなと思いました。なのでこれを使ってガンガンこう単管を打ち込んでこう開拓できればと思います。ただですね、ここがちょっとこんな感じで、まだ地面をこう整地できてないんですよ。ここをこう水の流れを変えてあげたりとか、こういろいろレベリングみたいな作業をちょっとやってあげなきゃいけないんで、ここまだちょっと打てないんですよね、単管を。なのでちょっと今回ここの他にもう1個の畑で
さっきの電動のハンマー、あれを使っていろいろやってあげる作業がある畑があるんで、ちょっとそっちに移動します。はい、ということで、ここ新しく開拓したわさび田に来ました。で、ちょっと見ていただいたら分かるように、こんな感じでこの新しいわさび田にはこのおびただしい量の単管を打ったんですよね。これ過去動画に上がってるんで、よかったら、その時の様子も映してあるんで、見てみてください。でですね、この打ち終わった後に分かりますかね、ここ、こんな感じでワイヤーを通して、そこに黒い、この遮光カーテン、この寒冷遮って呼ばれるこの黒いカーテンみたいなやつを夏場は貼るんですよね。日光に弱いんで、わさびっていうのは。なので貼ってあげる必要があると。でここすごく、この畑わさびよく育ってくれるのはいいんだけど、ここめちゃくちゃ風強いんですよ。で特に、夏場とかすごいこう風吹いた時に、今年の夏ですね、強風がこう吹いて下をこう通るんですよ。でこの寒冷遮が張ってあるところの下をこう通り抜けて、こう上にこう抜けていくんですけど、その時にこう寒冷遮がパラシュートみたいになっちゃって、この単管ごとガーッと持ってかれちゃったことがあったんですよ。いやもうあれはすごかったですね。でその時の様子もちょっと動画にしてあるんで、よかったら見てみてほしいんですけど、これがもう根こそぎこう持ってかれちゃって、向こうの方まで、向こうまで続いてるんだけど、向こうの方までこう持ってかれちゃったと。でですね、それを直すのに、重機を使ったんですよ。さっき言った油圧ブレーカーで、ここ重機一応入ってこれるんで、油圧ブレーカーでこういう単管のこういうとことかこことかを補強してあげたんですよ。ガンガンって打って。でですね、それをやった後もう一回また吹き飛ばされちゃったんですよね。なのでもうこんな感じでめちゃくちゃ補強を入れまくったりしました。でなのにまた吹き飛ばされたと。でもうここ重機2回ぐらい運んできてガンガン打ちつけたんですよね。でやってあげると、いい感じに戻るというか、補強し直されて、で都度この補強を入れていってるんで、どんどん吹き飛ばされづらくはなってきました。ただやっぱりちょっと抜けてくるんですよ。でもう重機呼ぶのお金もかかるし、手間もかかるし、ちょっといろいろアプリじゃどうにもならんやろ。そのためにですね、今回、紹介したマキタの打ってあげれば、重機を毎回こう運んでこなくても、この人一人でここできるんじゃないかということで、今回この畑に、これを持ってきました。ということで、ちょっとこっちでも早速これを使ってみたいと思います。ということで、さっきの畑の続きで、特にバッテリー充電せずにそのまま入れて持ってきました。で1個気づいたのが、これいいなと思ったのが、このアタッチメントもここ入りました。この単管打ち付けるやつで、こういうものもこう入れられて、結構たっぷり入れられるんで、このまま入れられるのありがたいなと思いました。でこれでやっていきたいと思います。やり方は一緒ですね。さっきの要領で、同じように打ち付けていくと。ちょっとこれ畳まないと、蓋は閉まんないんですけどね。ちょっとこれでこう打っていきたいと思います。じゃあこれを打ってあげたいと思います。これはもう一回打ったからあれなのかな。ちょっとこう緩めて、でここもうちょっと補強で打っときたいと思います。そうすればもう風でもなかなか抜けなくなると思うんで。結構入りましたね。これならもうちょっとやそっとでは動かなくなると思います。こんな感じでこっちも
打っていきたいと思います。ここに1個補強入れときます。今ここでバッテリーが終わっちゃいましたね。ここでこっちはまだ1残ってるんだけど、こっちが終わっちゃいました。これなら重機呼ばなくても、これはもうかなり奥深くまで入ってるんだけど、途中のところとかかなり入れてあげることができました。で新規に単管打ったりもしてみたけど全然入るんで、これなかなかいいんじゃないでしょうか。これでなんとかこの冬は寒冷車張ってないんで大丈夫なんだけど、来年の春ぐらいまではこれ持ってくれるんじゃないかなと思います。でまた吹き飛ばされたらこれで補強していって、でその都度弱い部分を補強していくとどんどんこう吹き飛ばされにくくなっていくと思うんで、はい、そういった用途とかにもこれ使っていこうと思います。ということで今回この 80V のマキタの充電式ハンマーを使ってみました。で結論から言うと岩を砕けたりでこんな感じで単管をこう打ったり補強したりっていう風に使うことができました。で正直場所によってはこれもともと重機で打ってあるんで、入っていかない、それ以上入っていかないところもあったんだけど、その入っていかないところはもう抜けないんで、それ以外のこの緩いちょっと風で抜けちゃってるところとかはこれで打ってあげることができて、個人的には大満足です。ちなみにここトリガー握ると自動でこれ LED がつきます。室内とか暗い建物の中とかでも照らしながら作業ができるようになってます。でこれしばらく経つとこんな感じで消えます。でここかなと思ったのはちょっと重いですね。重いんだけどそもそもこの電動のハンマーって重いんで、ケーブルがあったりとか、コンセントでそういうケーブルをこういろいろ取り回したりっていう煩わしさは、もうこれないんで、これなかなかいいんじゃないかなと思います。でしかもですね、この単管打つことに関しては何て言うんだろう、重いから力加えなくても自重でこう入っていくんですよね。だから実質この重いのは持ち運ぶ時だけで、こんな感じで打ち込む時はこの重さが逆に有利に働いてるのかな、個人的には打ってる時は全然楽です。そんなところかな。ただ結構重いです。この 40V の一番小さい 2.5A 2つ付けしてるだけでも結構重いんだけど、今回使わなかったんですけど、こういう 5A のものもあります。これつけると、さらに重くなります。でこれ充電式ハンマーの中では最強のパワーを誇るだけあって、やっぱバッテリーの減りは早いような気がしました。2.5A で今回さっき別の畑の実験とここの補強、これをやってあげて最後に終わっちゃったっていう感じです。なので結構バッテリーの減りは早いと。でその点はさっき見せたこの 5A、この 5A とかこういう大容量のものを2つこうつけてあげればその分作業量は増えると思います。でさっき言ったケーブルの取り回しがないんで、やっぱ充電式はいいですね。
うちにコード式のハンマーあるんですけど、ちっちゃい岩とか砕くのには使えるんだけど、取り回しが良くないと。てかもうむしろこういうところではほぼ使えないですね。はい、なのでこれはかなりそういう意味ではいいんじゃないかなと思います。で、新しい畑の方でもこれバリバリ使っていこうと思うんで、またその作業があったら動画にしたいと思います。ということで、今回はマキタの 80V の充電式ハンマー HM002G の紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは。